おはようございます。花丸です。さあ、いよいよ今回株の全塗装をやっていこうと思います。まず塗装の前にですね、このミラーだけはつけてしまわなきゃいけないんで、ミラーをつけていこうと思います。で、とりあえず叩いて曲げてこんな感じになりました。さあ、では塗装をしていこうと思います。で、このスプリンガーフォークなんですけど、出来上がった時にちょっと錆びるのが嫌やったんで、黒で塗ってるんですけど、もうそこら中剥げてですね、こいつは一回塗装を全部剥くってから、で、800番のペーパーで足付けして、で、密着ロンを拭いて、サフを拭いて、黒で塗っていこうと思います。なんでね、こいつをまた一回塗装を全部剥がします。はい、剥離が終わりました。スケルトンで剥がしたんですけどね、やっぱ細かいところとか取るのにすんごい時間かかってですね、3時間ぐらいやっておりました。はい。今ですね、このステップとこのセンタースタンドですね、ちょっと錆びだらけやったんですけども、できるだけ電動工具とか駆使して錆びを落としました。で、これがサイドスタンドですね。こいつも結構落としたんですけど、やっぱね、錆を完全に落とすっていう、これはですね、落とすのが難しいんで、これはね、錆転換剤を塗って、で、シャーシブラックで塗装しようと思います。そしてですね、CC バーと、このジョッキシフトもついでに足付けしておきます。これはペーパーの800番で足付けしております。はい。で、次にこれはスプリンガーフォークなんですけど、こいつにアイボルトをつけるためにボルトを溶接します。で、このアイボルトにはスピードメーターケーブルを通すようにします。ちょっとね、こいつがないとスピードメーターケーブルがパタパタ動くんで、そのようにします。こいつを塗っていこうと思います。塗っていくのはコメリのシャーシガードです。これめっちゃ安いんでね、いいっすよ。なんかはっきり言って、自分自身でも人の名前を間違うとは何事だって、和田アキ子の「子」を「アキ」がカタカナだから「子」のカタカナで書いてくる時がね DM とかあるんですよ、はい、そうすると絶対相手にしさあ、では塗っていきましょう。でですね、こういう鉄剥き出しのところっていうのはですね、ペーパーかけてプラスアフ拭いても結構ね、簡単にペロンって剥がれちゃうんで、今回は密着ロンを拭いてから、サフをまず拭いていこうと思います。では、やっていきましょう。はい。で、今の気温と湿度は、気温が 14.3 度、湿度が 68% と、いい感じかなと思います。はい。今ですね、サフが乾いてですね。こういうところってね、めっちゃしつけしづらいんですけど、こういう割り箸とかにですね、ペーパーこういう風に巻きつけて、で、こういう風に、こんな感じでやると、細かいこういう角とかですね、綺麗に足付けできるんで、ちょっとね、やる方参考にしてみてください。じゃあね、ちょっと、足付け作業はね、地味なんでカットします。はい。では今から塗っていきます。塗るのは関西ペイントのディープブラックですね。
で、3回目塗るときに、最後にですね、ちょっとシンナーをちょっとだけね、多くしてやりました。なんかね、シンナーを多くすると、こう馴染みやすいんですよね。これミストがついたところとかが結構ね、ボソボソになるんですけど、シンナーをちょっとだけ多くすると、まあなんかうまく馴染む感じですね。だからここら塗ってると、なんか下がね、白くボソボソになっちゃうんで、まあそういう風にしてみました。まあそしたらね、結構いい感じに白いボソボソも取れてですね、いい感じになりました。はい。では今からこちらの小物類もですね、フレームと塗っていこうと思います。こっちはね、ちょっと時短のために、こいつでやっていきます。こいつね、400本ですね。これね、3000円ぐらいで売ってるんですけど、アマゾンに。アマゾンやったと思うんですけど、これね、安い割には結構力強くていいんで、でね、こういう角になってるんで、結構ね、細かいところとかも磨けるんで、ちょっとおすすめです。これ2代目ですね。1代目は結構酷使して使いまくってたらぶっ壊れちゃったんで、はい、安いんで。はい。これはトルクリンクロットですね。こいつね、磨けば多分ピッカピカになると思うんで、磨いてみます。すごい。じゃあ最後、青棒で磨いていきましょう。こりゃ素晴らしい。こちらですね、配線を中通しする穴を開けたんですけど、ちょっとね、勢い余って裏側まで穴開いちゃったんで、まあ、溶接で穴を埋めました。はい。では、このリアタイヤのタイヤハウスですね。ここのサビっていうのはですね、まあこれはね、そんなひどいことないんですけど、まあひどいやつだともうここサビだらけみたいなんで、まあここパテもしてあるし、もうこれとかサビ出ちゃってるんですけど、まあ一回、120番のペーパーですね、ちょっと粗いんですけど、まあこいつで全体をサビ、この裏側だけですね、サビ取って、で、サビ転換剤を一応塗って、最後、チッピングを、まあここのところにですね、溶接も跡があるんで、裏側はチッピング塗装していきます。チッピング塗装が乾燥した状態はこんな感じになりました。まあ、結構いい感じにできましたね。はい。で、今からフレームをですね、足付けしていくんですけど、これコバックスの360番っていうカラトギペーパーですね。をこいつに当てて磨いていきます。これね、ちょっと高いんで、あんま使いたくないんですけど、まあ結構ね、入り組んでるところとかもあるんで、まあそういったところもあれだと足付けしやすいんで、はい。もったいないですが、使っていきます。はい。では、いよいよメイン部分を塗装していきます。と、一箇所、ここですね。なんか縮れちゃってますね。ここも磨いて、ちょっとね、補修でもう一回サフ拭こうと思います。やっぱ縮れますね。まあ本当は剥った方がいいんですけどね。さあ、ではシルバーメタリックを拭いていきます。やっぱね、メタリックは難しすぎて、離しすぎて塗ってもちょっとボソボソになってしまうし、ツヤツヤに塗ってもですね、メタリックが寝てしまうんで、なんかね、セミウェットで塗るっていう感じで塗ったんですけど、やっぱりね、
難しいです。でも今回はあんまりムラにもならずうまくいったかなと思います。はい。では、キャンディーレッドを塗っていきます。ちょっとね、このシルバー塗ってからキャンディーカラーを入れるまでの時間っていうのがね、なんかね、ネットにバラバラなんですよね。書いてあるの。30分から40分って書いてあるところもあれば、3時間以上完全乾燥させてから塗ってくださいって書いてあるところもあるんで、ちょっとね、わかんないんで僕は1時間とりあえず置きました。最初に捨て拭きをしてから、で、色合いを見ながら塗り重ねていこうと思います。こんなはずでは。なんでね、もう一回キャンディーを一回だけ拭こうかなと思うんですけど、結構ね、これ、またペーパー研ぐのはかなり気ぃつけなあかんので、ちょっとね、こいつは完全乾燥させます。とりあえず、クリアだけ拭いていきます。クリアは、このスイングアーム以外は、クリア拭いていきます。ちょっとね、今触って置く場所もないし、下手に触って落として、もうぐちゃぐちゃになっても嫌なんで、もうあのまんま、スイングアームは吊るしておきます。はい。一応クリアが塗り終わりました。ちょっとね、やっぱキャンディーからちょっと突出量多すぎましたね。だいぶ多かったです。はい、4日ほど経ってですね、もう完全に乾燥したと思うんで、今から削っていきます。まず垂れたとこ1箇所がここと、ここやね。ここ2箇所ですね、が垂れてしまったんで、今からですね、このトレブロックの S ってやつと1500のペーパー。こいつはね、多分一番やりやすかったんで、今まで。こいつになると思うんですけど、一応、垂れカットする頃の変ななんか、金属のブロックがあるんですけど、こいつでもやってみようかなと思うんですけど、これ前やったらですね、結構、もう、ね、職人さん向きっていうか、結構難しかったんで、多分こっちになると思いますけど、やってみます。ちょっとやってみます。おい、いける怖いんやってな、これ。はい。今削ったらですね、こんな感じとわかりづらいんですけど、だいぶ出っ張ったところは今ので削れたんで、残りはトレブロックで1500番で磨いていきます。磨くっていうか段差をなるべくアップしていきましょう。あんまり削りすぎても今度ね、下のシルバーが出てきたらアウトなんで、マジで慎重にやっていきます。神経を使う。はい。で、今できてたところがここですね。ちょっとわかりづらいんで、こんな感じで、ここらですね。が、ちょっと色薄くなってると思うんですけど、ほぼほぼわからないレベルですけど、今やったスイングアームのとこはこれですね。これも、ちょっと残ってますけども、これ以上追い込むと、もうやばいんで、もうこれは、これぐらいにしていきます。もう、出っ張りはとりあえず取れたんで、あとは、もう一回これね、キャンディー今から含んで、そこで調整しながら塗っていこうかなと思います。なんでこれまた一回800番でペーパーかけるんで、削りすぎないように全体を足付けしていきます。はい、一応ですね、足付けが終わりましたけど、これはね、やっぱ、メタリックも垂れたらもうやり直しってよく調べてると出てくるんですけど、このカラーもですね、キャンディーカラーもこれ垂れたらやっぱやり直した方がいいですね。どうしてもやっぱムラになりますし、この足付けがめちゃくちゃ気使って大変でした。なんでね、これは自分のなんでね、もうこれで、塗り直しますけど、ちょっとね、人のとかやる場合はもう、やっぱ一からやり直そうと思います。いい勉強になりました。でですね、こっちが、もう完全に乾いたキャンディーのレッドですけど、こいつとちょっとね、見比べながら色調整して、もう一回カラーを一回塗って、最後、クリアを塗って終わりたいと思います。次はちょっと垂らさないように、ガンの突出量を
まあ、半回転ぐらい絞ろうかと思います。はい、塗り終わりました。こんな感じでですね、ここがちょっと垂れたところがね、ちょっとムラになってますけど、やっぱね、キャンディーは垂れたら、もうやっぱ最初からやり直した方が良さそうですね。まあまあ、けど、全然、暗かったら全然わかるレベルではないですけど、まあこんなもんはね、自己満の世界ですけど、もう光を消すと全然わかんないんですけど、やっぱね、やっぱ良くないですね、これは。まあまあ次、垂れてしまった時は、素直に、いつも通りやり直そうと思います。こっちにあった垂れはですね、ここはね、もう全くわからないレベルで、垂れが除去できましたね。まあ軽い、こっちはね、比較的軽い垂れやったんで、まあ全然わからんレベルにはなりましたね。やっぱね、あんまりひどい垂れは、リカバリーできないですね、こんな感じで。はい、続いてですね、このホイールのスポークとハブの塗装をしていきます。はい、ホイールのマスキングは今終わったところですね。ホイールのマスキング方法はですね、今の過去動画のこちらをご覧ください。まあね、地味に時間がかかります、これも。なんでね、これを密着ロン拭いて、シャーシブラックで塗っていきます。一応軽くペーパーで足付けしておきました。そこ踏んでいいの？うわ、すごいすごいすごい。ここ真ん中取って。オッケー。え、怖っ。持って、ここ。これ取って。はいはい、ありがとうございます。すいません。はい、ということでですね、塗装が一通りこれで全部終わりましたんで、次回はですね、組み付けをしていこうと思います。で、次回はですね、この 90cc のエンジンを一回ですね、綺麗にバフをかけようかなと思いますね。まあ、できるだけピッカピカにして、エンジンに組み付けていきたいと思います。なんで次はですね、まあ、組み上げまで一気にやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。